僕はすでにソニー ZV-1 という Vlog 用として十分ちゃんと撮れるカメラを持っています。写真用には富士フィルム XE2 もあります。それでも DJI Osmo Nano という小さなカメラを追加で買いました。理由は今持っているカメラの画質に不満があったからではありません。結局動画用と写真用のカメラ2台を持ち歩くのは結構大変で、もっと気軽に使える小さなカメラが必要だと感じたからです。重いものの間に挟まって運ばれてきた可能性があります。DJI Osmo Nano でございます。もともと僕は DJI Action 4を長い間使ってました。ただ最近は写真を撮る富士フィルム XE2 と動画を撮るソニー ZV-1 の2台体制で行こうと思いまして、Action 4は友人に売りました。XE2 と ZV-1 で使い分けができるし、写真も映像も綺麗なものが撮れるからベストだろうと、一応チャット GPT と相談しながら考えていました。実際シネマチック系であれば確かにそれがいいんだろうと思います。でも実際に2台を持って歩いたり旅行に持って行ったりすると、どちらもコンパクトなカメラとはいえやっぱり少し面倒です。 ZV-1 は画質は十分でボケ感もあるし、構図を決めてちゃんと撮れます。ただバッグから出して電源を入れて画面を開いて撮るには少し気合が必要です。 XE2 は綺麗な写真を撮れますが、そもそも ZV-1 でも綺麗な写真が撮れるので、カメラを持ち替えて写真を撮るというのが面倒になってきました。その結果 XE2 を使わないようになってしまいました。そこで画質を追求するためではなく、もっと気軽に動画を撮るためにもう一度小さいカメラが欲しくなりました。それが DJI Osmo Nano を買った一番大きな理由です。今回は DJI Osmo Nano がちゃんと撮れるカメラを持っている人にとっても追加する価値があるのかを確認します。まずスペックだけ簡単に言うと、 1.3 分の1インチセンサー、 4K60fps、 4K120fps スロー、143度の広角、10ビット D-Log-M に対応しています。カメラ本体は約 52g なので本当に軽いです。ただセブで使ってみてすぐ思ったのは、やっぱり人に見られるということですね。大きいカメラを持って歩く目立ち度っていうのを 100% とすると、Osmo Nanoを手で持って歩くのは体感で 60% ぐらい目立ち度が減ります。もちろんソニーの ZV-1 とかミラーレスカメラよりは全然マシです。でも手を伸ばして小さいカメラを持って歩いている時点で、やっぱり撮ってるなという感じになります。特にフィリピンではカメラを持っているだけで結構見られます。悪い意味というよりかは、何してるんだろうという感じで見られますね。で、僕みたいに人目が気になるタイプにはここが一番大きなポイントでした。ただ胸につけるとかなり変わります。手で持っている時の目立ち度が 60% ぐらいだとしたら、胸につけていれば 10% ぐらいまで下がる感じがあります。もちろん完全にゼロじゃないんですけど、少なくとも今撮ってますよといった圧はかなり減ります。で、胸マウントは自然なんですけど、構図はもうほぼないと思った方がいいですね。ここは使い分け次第ですね。画質については Vlog 用なら十分です。ただ個人的にはデフォルト設定でそのまま Vlog を撮るのはおすすめできません。なぜならシャープネスがものすごい強いので、最低でもシャープネスの設定はマイナス2にしておいた方がいいと思います。肌の汚さが目立ちます。あとはスタンダードカラーだと色ものっぺりしているので D-Log-M で撮影して少し色を編集するのがベストです。 D-Log-M で撮った映像を編集するとシネマチックな綺麗な色にすることも可能です。ただし映像をしっかり作り込みたい場合はやっぱり ZV-1 の方が使いやすいです。背景を少しぼかしたい時とか、構図を細かく決めたい時、レンズの画角を調整したい時、映像の質感を意識して撮りたい時、そういう場面ではやっぱり ZV-1 の方が明らかに向いています。ナノは構図を細かく追い込むカメラというよりは、今起きていることをすぐ記録するカメラだと思います。音に関しても普通の Vlog なら十分です。ディズニーの、フレーム鉄でできてるっぽいんで、ジプニの内側に貼り付けて自撮りをすることができます。ただモールとかレストランみたいに周りがうるさい場所では、声をちゃんと取るにはやっぱ声を張るとか少し工夫が必要だと思いました。そういう時はですね、やっぱり外部マイク、ワイヤレスマイクとかを使うのが一番いいと思います。暗い場所に関しては思っていたよりは使えます。ただやっぱり小さいカメラなので暗所で完璧な映像を期待するものではないと思います。記録としては十分です。でもちろん不満がないわけではありません。
カメラのモニターはアクション4に比べると小さいですし、このモニターの画質も結構落ちてるかなという印象があります。あと画面の向きを変えるのがちょっと面倒ですね。アクション4とかアクション5、アクション6であれば画面が両方についてるんで、映したい方の画面をスワイプすれば映るんですよ。ただオスモナノの場合は画面が片方にしかついてないので、自撮りをしている時に自分の映像を確認したい時は、モニターをこっちに向けなきゃ、自分の方に向けなきゃいけないので、カメラを一回外して分離してくるっと回してカチャッとつけなきゃいけないので、そこがちょっとめんどくさいですね。あとはバッテリーが意外と短いと感じています。公式ではフル HD の 24fps で200分と言われています。ちゃんと実験したわけではないですが、カメラ本体とモニターをドッキングした状態で 2.7K 画質で 3,40 分ぐらいと動画を撮っていたら、モニター側のバッテリーが半分ぐらいになっている気がします。これはつまりカメラ側も含めるとあと 150% 残っていて長持ちだと思うかもしれませんが、よく考えるとモニター側はあと 3,40 分ぐらいで映像が見れなくなるということなので、 Vlog はちょっと厳しくなります。できなくはないんですけど、設定や画角を見たい場合はスマホに接続するしかなくなります。もちろんモバイルバッテリーを持っていればそれほど大きなデメリットではないと思います。で、一番良かったのはセブの近くにあるナルスアン島で撮った時ですね。海とか水の近くでは小さいカメラの強さがかなり出ます。大きいカメラだと濡れるのも怖いですし、持ち歩くのが少し面倒ですよね。でもなのであれば、とりあえず持っていけますよね。これがかなり大きいです。セブに住んでると海とか島に行く機会がたまにあるんですけど、そういう時に毎回大きなカメラを持っていくのは正直しんどいです。でもなのだったら持っていくかって感じで気軽に持っていきます。この気軽さがですね、一番の価値かもしれませんね。あとは正直に言うと、ガジェットとしてのワクワク感っていうのは1日2日で落ち着いてしまいました。もう最初はめちゃくちゃ小さいとか、モニターが分離してで離れたところから自分の撮ってる映像が見れるみたいな感じで楽しかったですけど、もう1日2日で飽きます。飽きるというか、慣れます。で使っているうちに普通に便利なカメラだなと、性能もこれで十分だなと、そういったことにどんどん気づいていくカメラですね。結論として、ちゃんと撮れるカメラを持っていてもオスモナノを追加する意味はあると思いました。オスモナノは自撮りでも街でもバイク移動でも水の中でもとりあえず記録するカメラです。しかも設定や撮り方を少し工夫すればある程度シネマチックな動画も撮れます。持ち出しやすさや撮影の気軽さ、自撮りのしやすさまでを含めると ZV-1 とは別の役割があります。特にセブの街、バイク移動、モール、レストラン、海や島のような場所ではとりあえず持っていけるということ自体が大きな価値だと思いました。ナノは人目を消してくれる魔法のカメラではありません。それでも大きいカメラを出す勇気がない時やカメラを出すのが面倒な時に撮影のハードルをかなり下げてくれます。今のところオスモナノ自体に大きな文句はありません。 Vlog 用としては画質も性能も十分です。ということで今回はちゃんと撮れるカメラを持っている僕がなぜ DJI オスモナノを買ったのか実際に使いながら話をしてみました。今後もセブ生活のリアルとその記録ガジェットなどについても動画にしていこうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を面白いと思ってくれましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。